大好き人間ということでいいですか？そうですね。リアディフューザーわかんない説、かっこいいなぁ。見たことねえものがあるんですけど、なんかわかんないですけど折れちゃったんで吸気音はいいっすよね。ちょっとやる気にさせますね。EJ エンジンの究極の形がこの VAB なのかもしれないなと僕は勝手に思っています。爆走石崎チャンネル。はい、始まりました爆走石崎チャンネル。以前ね別の YouTube チャンネルで見てくれてた方もいると思うんですけども、このチャンネルは完全個人のチャンネルでやっていきたいなと思ってます。で、どんなことやっていくかっていうと、基本的には愛車紹介みたいな形でいろんな車の紹介をしていけたらいいかなというふうに思ってます。で、やっぱりカスタムカー大好き人間なんで、カスタムカー、チューニングカーですよねが、多くはなると思うんですけど、ノーマルの車っていうのもやっぱ嫌いじゃないんでね、ノーマルカーインプレッションなんかもやっていけたらいいなっていうふうには思ってます。で、なんでこんなことやってるかっていうと、車好きなんですよね。車が好きだからやっぱりもっといろんな人にね車の楽しさっていうところを伝えていきたいなと思って自分でチャンネル始めちゃいました。はい。で、YouTube っていろんな人が見てると思うんですよ。これあらかじめ補足というか、補足ですねしておきたいんですけど、前の YouTube のチャンネルやってた時に石崎車触るなとか汚ねえとか言うな、敬語使えとかね、それはちゃんとあらかじめ、例えば車触る触らないに関してはオーナーさんの確認を得てます。で、なんで触るかっていうと、走り屋の車って汚いんですよ。走ってる車ってすごい汚いの。みんながみんなピカピカの車じゃなくて、俺は走れればいいっていう人なんかはもう車めちゃめちゃ汚いんですよね。で、別に触っても全然いいよっていうことで直接触ったりとかさせてもらってますし、汚い車に関してはもうオーナーさんからも汚いって言ってくれみたいな、そういう風に言ってもらってるので、普通に汚いですねって言っちゃってるだけです。で、タメ語敬語に関してはタメ語使うのは友達とか後輩、もともと知ってる知人ですよね。知人友人に使ってるだけであって、初対面の人なんかには敬語で接してるんでね、そこら辺はご了承していただきたいなと思ってます。はい、ということでね、早速始まったんで第1回目ですよ。これをきっかけにですね、車の楽しさどんどん伝えていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ早速第1回目の愛車紹介、爆走石崎チャンネル行ってみたいと思います。説明しよう。爆走石崎チャンネルとは、車が大好きな石崎が勝手に車を紹介し、勝手にインプレッションするという勝手な車系 YouTube チャンネルなのだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。WRX なんですけど、認識とか教えてもらってもいいですか？はい、一応平成30年の WRX-STI VAB の D 型後期ですね。はい。D 型っていうと、DCCD がね大きく変わったモデルだと思うんですけれども、はい。結構なんか車見た感じ走ってる系な。そうですね。もう走るの好きなんで、サーキットもストリートも結構走ってますね。ちなみになんですけど、はい。この VAB を、カラスがうるさいなVAB 選んだ理由を教えてもらっていいですか？もともとちょっと FR と FF っていう駆動方式に乗ってたんで、次は4駆っていうのと、6速ミッションがいいっていうのがあったんで、エボもあったんですけど5速っていうのでちょっとこいつにしようかなと思って買いましたね。運転大好き人間っていうことでいいですか？そうですねどうですか、VAB 乗り換えてみてお気に入りなところとかってありますか？やっぱトラクションが今までの車とは全然かかりが違うんで、安定性っていうのが本当にもう大きいですね。逆になんかここちょっと嫌だなみたいな、もちろん新車から乗ってるんで、ノーマルも知ってると思うんですけど、ちょっとここいまいちだったなみたいなところってあります？まずちょっとシートポジションが
結構高い、アイポイントが高いんで、ホールド性が全くないんで、あとちょっとハンドルも好みだと思うんですけど、ちょっと持ちにくいかなっていうのがあったりしますね。そういうとこはカスタムして対応って感じですね。まあそうですね。じゃあちょっといろいろ車見せてください。はい。じゃあ、まずナンバープレート、はい、このナンバーオフセットステイっていうのが、純正だと結構下にナンバーがこう来てて、ラジエーターへの空気の量がちょっと妨げられちゃって、これちょっと上になってるので、ちょっと空気の量を確保してますね。おしゃれっていうよりはもうやっぱまあ走りにちょっと結構振ってる感じですね。実際水温とかって変わってくるんですか？まあ本当まあ何度かっていう感じですね。そんなに大きくは変わんないんですけど、気持ちですね。じゃあ、次はこちらのこの赤いファンネルですね。VAB 結構車重があるんで、ブレーキが6スポットでローターも大きいんですけど、やっぱ熱持っちゃうんで、ブレーキの方にダクトを引っ張って冷やしてあげてるっていう感じですね。で、あとこの黄色いケンフック、こちらはレイルのケンフックですね。これもどっちかというとファッション寄りなそうですね。あとはまあそうですね、サーキットでもいざ使えるんで。この黄色はおそらくキャリパーと合わせたんじゃないかなと僕は思うんですけれどもそうですね、それもありますそうですね。ね。であとはまあ赤が多いんで、赤はちょっと避けようかなっていうのでかぶるのこちらが一応チャージスピードさんのフロントボトムライン、フロントのスポイラーですね。純正の STI のつけてたんですけど、結構すっちゃってボロボロなんで結構かっこいいんで、こちらのはこれありなしだと結構空力的効果は感じるんじゃないかなとは見た目的に思うんですけど。そうですね、これは結構感じてますね。何キロぐらいから感じるんですか？やっぱでも100キロとかそのぐらいは出さないと感じられないかなっていう。結構例えばサーキットなんか走る人にはおすすめな。そうですね。こちらのあとカナドですね、カーボンになってまして、でこちらのが海外の APR パフォーマンスさんっていうところの D 型用、前期と後期あるんですけど、これは D 型用で、ここ車種専用設計に一応なってますね。なんかワンオフで作ったのかな一応専用ですね。上の方はベルスエンジニアリングで、これも海外のなのかな。これも車種専用に多分作られてるやつだと思います。これおそらくミラーがカーボンカバーがついてると思うんですけれども。そうですね、これはファッション性というか走りの機能っていうよりは見た目ですね。確かアクシスパーツさんっていうところだったと思うんですけど、一応カーボンのカバー、街乗りオンリーの人でも手軽につけられる DIY パーツみたいな感じで、そうですね、おすすめな。そうですね、結構カーボンでかっこいいんで。そうですよね、ミラー変わるだけでも一気に車引き締まります、ね、そうですね。はい、ここにもおしゃれパーツ発見しましたけど、こいつは一応某オークションで安く売ってるやつ、ちょっと無名なやつですね。これシールですか？これカーボンなのか分かんない、結構硬いんですけど、それを両面テープ貼って貼るっていう感じですね。カーボンシール説もありつつカーボン説もありつつ、そうですね、ちょっとどっちかなっていうまたレーシーなウイングがついておりますけれども、こちらはバリスさんの GT ウイングで、幅も車検対応のやつですので、一応安心してつけられるもので、一応こちらのマウント、普通に頼むとここにこうかからないんですけど、一応 VAB 専用のこれマウントになってるんで、また別で買ってます。なるほど、汎用品だとトランクの落ち込みの部分まで来ないですね。はい。これが専用品になる。一応専用になってます。ワイヤーが貼ってあるじゃないですか。そうですね。これはなんで貼ってあるんですか？これはウィングがこう横揺れが結構激しいんで、ちょっと怖いなっていうので、これは自分でワイヤーを効果のことがどうこれもう抜群ですね。全然揺れないんで、もうバッチリです。ウィングが動いちゃってて気になる人はワイヤー貼ってやれと。そうですね、これはもうぜひおすすめです。こちらのディフューザーですね、海外のメーカーでちょっと名前が忘れちゃったんですけど、バリスさんのディフューザーも気になったんですけど、なんせお値段が高いんで、あとは多分日本でつけてる人いないんですよ、これ。あまり。なんでもうこれいっちゃうしかないかなっていうことでやっぱりある程度人とはかぶりたくない。そうですね、ちょっとそういうのあるんでこれもやっぱいわゆるエアロパーツでね、フロア下の空気を
そうですね、抜いてくれるんで。結構リアディフューザーわかんない説ありますけど、どうですか？ウィングと結構同時期につけちゃったんで、ウィングレスだった時は結構ケツが出やすかったりオーバー気味っていうのはあったんですけど、バッチリ踏み込んでいけるよぐらいまでは変わってるんで、ちょっとどっちの効果わかんないんですけど、かなり抜群には効いてます。こいつがかなり効いてると思うんですけどまあそうですね。オーバーっていうのは本当にリアがブレイクして流れてしまうのか、動く範囲のオーバー気味なのか、どっちかがちょっと気になるんですけど、こう軽くこうズルズルいくような、でもそのままちょっと踏み抜けないような感じではあるんで、なるほど、ここから踏んだら出ちゃうんじゃそうないかなみですねたいな。がもう全然踏み込めるんで。僕の中で一番刺さったのがですね、はい、こいつなんですよ。マフラーですかね。マフラーは何がついてるんですか？これはもう純正です。ここまでやってマフラー純正っていうのがかっこいいななかなかなんで社外にしないんだっていう意見の方が多いんですけど。そうですね、もう世論的には全然順番ちげえだろうと。そうですね。なんでこれはマフラーがノーマルなんですか？僕もやっぱり結構カスタムはマフラーからいっちゃう口なんですけれども。はいはいはい。まあ音とかパワーとかっていうよりは、どちらかというとやっぱ走るのが好きなんで、その走りに対してのパーツといいますか、まあボディ補強だったり中身というか車の動きの方を優先してちょっといじってるっていう感じなんで、まだマフラーの交換時期ではないかなっていうまあでももうそろそろ行こうかなとは。ちなみにその交換予定のマフラーっていうのは HKS さんの、まあ、スーパーターボの TI チタンのやつですね。なるほど。いやー、多分これ見てるおじさんたちは絶対いいねをしてくれるんじゃないかなと。いやー、渋いですね。はい、タイヤホイール見ていきたいと思いますが、はい、ホイールの方は横浜のアドバンレーシング RZF2 っていう、これ単造ですね。もう出てちょっと経ってるんですけど、一応本当は ZE40 と迷ったんですけど、一応横浜さんの新作ホイールっていうことでなかなかつけてる人もいなくて、オーダーも結構早いうちに頼んでるんで、第1の初期ロットは逃したんですけど、第2で一応手に入って。それはやっぱり横浜市民だからそういうひいきはあったのかなと。まあそうですね、そういうことにしておきますはい。サイズは教えてもらっていいですか？9.5 のプラス44、18インチですね。WRX のもう定番サイズっていうか、皆さん多分このサイズ履かれてるんじゃないでしょうかね。プラス44のセットでこんだけコンケーブっていうんでしたっけ？そうですね。が出てるっていうのはいけてますね。最高ですね。このキャリパーのクリアランスもあるんで、はいはい、もし今後もっと大きなキャリパーを入れることがあっても大丈夫です。大丈夫ですね。キャリパーは純正ですね。スポットですね。はい。ローターも純正で。ローターも純正です。パッドはワールドワン CS っていうパッドですね。あれだ、アンパラレルドさんと。あ、そうですね。多分皆さん結構つけてる方いるかもしれませんね。前動画で取材させてもらったことあるんですけど、結構やっぱいろいろ考えて作ってるみたいな結構価格も控えめなんですよね。そうですね。でも走る系の人にはそうですね、ぜひもうおすすめですね。結構やっぱ走ってるからローターのダメージが。そうですね、もうちょっとクラックがひどいんですけどまあそろそろ交換時期かなとは思ってます。はい、じゃあエンジンルームの紹介お願いします。はい、こちらのゼロスポさんのクールエアインテークっていうパーツがちょっとこちらインタークーラーの上についてたんですけど、なんかわかんないですけど折れちゃったんでこっちが元々の状態でこっちが折れちゃった状態ですね。そうですね。でここにこう真ん中につながってたんですけど、そうですよね。はい、風をこう入りやすいようにもう取っ払っちゃったんで次はちょっとインターネットガードってネットにしようかなと。そんなのあるんですか？はい。で次は一応ブローフ SQV4 ですね。で一応僕はリターンでつけてます。なんで音はしません。リターン
でも結構 SQV はカシューンと音するかなと思うんですけど、しないですか？もうほぼしないですね。一応調節できるんでしたっけ？いや多分これはできないのかな。じゃあリターンか開放かで、開放にするとそうです、高い音がはい、フィンみたいなプロペラみたいなのついてるんで鳴るんですけど、もうゴムなんで僕のそこが。で次はこのカバー、レイルさんのベルトカバーですね。はい、これもどっちかというとこう汚れ防止というか、そういう感じですか？そうですね。あとはまあファッション性もちょっとありますね。で次はこのゼロスポのなんて言ったかな、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、風の流れをこっちに吸気に確保してくれるやつですね。多分グリルから入ってっていう。そうですね。しっかりラジエーターも冷やす役割とかがあるかなと思います。あ、そうですね。で次は吸気 H ケースのなんだっけ、毒キノコのなんとかリロスーパーなんだっけな、サクション忘れちゃったな調査完了ということで、はい調べちゃいました。 H ケースのレーシングサクションリローデットっていうやつですよね。これ僕言ってたやつ正解ですか？正解ですね。よかったこのボックスはマルシェさんのやつで、エンジンルーム熱くなるんで一応ボックスで囲んで、一応ここのダクトっていうか開いてるんですけど、一応ここからフレッシュエアをホースがこの裏につながってるんで、ここから一応フレッシュエアを取り込んであげてますね。ちょっとカメラだと見にくいかもしれないので、ここが穴開いてるんですよね。こっちは塞がってるんですけど、このそこだけ、ここが穴開いてて、これは純正で開いてるんですか？純正でそこだけ開いてますね。もともと一応ここから空気を取り込むという。そうですね。そんなむき出しエアクリーナーですが、ぶっちゃけトークでお願いします。はい。いいことと悪いことがあるというふうに。そうですね。まずいいところ言ってください。いいところはやっぱ音ですね。吸気音ですね。もう最高に踏みたくなるような音がするんで、本当にいいところは音っていう。であとはまあ悪いところは正直ちょっと下のトルクがちょっとなくなるのと、ターボの立ち上がりちょっとインターセプトが200-300回転ぐらい上になっちゃうんで、ブーストがまあ4000ぐらいからいきなりドーンとくるような。やっぱりそのいい部分もありつつ、やっぱり吸気音が上がってしまったりだとか、バランスがちょっと崩れてしまう分、ネガな部分も出てきちゃうけれども、まあチューニングとかカスタムなんでね、まあそうですね好きなようにやったらいいですからね。そうですね。ですいません、なんかサスペンションの取り付け部分にはい見たことねえものがあるんですけど、これはちょっと VAB 乗りの方なら知ってると思うんですけど、ミンカラで皆さんちょっとレビューしてるんですけど、ダイソーでシリコンケーキ焼き型っていう100円でこれ売ってるんですけど、これちょっと上のアッパーマウントを守るという意味で、汚れだとかサビが入らないように保護で一応つけてます。そうですね、そこ結構錆びちゃうんですよね。そうですよね。今のところそういった錆とかは見られない。そうですね、今のところは。でもこれ VAB 乗りに限らず、結構いろんな車種の人たちにおすすめ。サイズがちょうど合えばおすすめですね。サスペンションは H ケースの SP ですね。ハイパーマックス SP ですね。これはもう通しの状態で使ってますか？減衰の方はいじってて、フロントが3戻しの後ろが5戻しぐらい。スプリングなんかは純正ですね。レートってどんくらいなんですか？フロントが12でリアが10だったと思いますね。ちょっと固めな感じなんですかね。そうですね、固めなんですけど、結構自分腹下とかボディ補強全部入れてるんで、サスがストロークしてくれて、あ、こんなマイルドなんだっていう感じに多分感じると思いますね。もともと VAB ちょっと重たいっちゃ重たいですし、そうですね。動線も上がってるってところでバランスは取れてるって感じですね。はい。で、タワーバーがついてると思いますが。そうですね。これはもうクスコさん。変わります純正から。正直もともといいんで、そんなにはっきりとは分かんなかったですね。腹下も入ってるって今聞いたんですけど。はい、結構入ってて、フロントから行くとクロスメンバー、フロントサイド、あとロアームバー、あとはまあスタビ前後入ってて、あとはフロア下のセンターブレースで、リアの方はリアサイドと、あとなんだっけな、もう一個なんかあるんですけどで、あとはまあ車外アーム類に変えてますね。リアのロアアームとかも変わって
あ、変わってますね。このも車結構リアのストロークがないなんて言われたりすると思うんですけど、う、はいはいはい。変えた印象とかってすごい、ピロなんで、その路面に対しての追従だとか、トラクションがやっぱり全然違うんで、本当扱いやすいというか、乗りやすいですね。純正がゴムブッシュだったりするところを、金属のピロに変えてあげる、ピロボールですね。はいはい。変えてあげることで、路面の状況が分かりやすいっていうのが一番大きなところですか。そうですね。今タイヤがどういうところを掴んでるかっていうのが分かってくるって感じで、そうですね。はい。はい、じゃあちょっと車内、見せてもらいたいんですけど、はい。まずシートがレカローですよね。そうですね。レカロフルバケですね。これ RSG の ASM-IS11 っていうやつですね。山下の。あ、そうですね。バケットシートいろいろあると思うんですけど、はいはいレカローを調出した理由を教えてください。安心のメーカーっていうのと、あとは友人がちょっとレカロを使ってまして、で、乗らせてもらったら結構良かったので、で、ハンドルがありませんけれども、はい、ここにあるんですけど、ラフィックスですね。はい。で、ステアリングはナルディのパーソナルっていうブリッツレザーってやつですね。35、6ぐらいですか。35だったと思いますね。で、ドライビングポジションを合わせるって感じですかね、ラフィックスで。そうですね。で、ボスもラフィックス専用のショートではなくて、はい、普通のやつで結構厚みを稼いでるんで、確かに。はい。ちょっと僕、背が大きいんで、結構ハンドル遠いんですよ。シート後ろにやっちゃうんで。で、普通のやつにしてちょっと結構手前にオフセットしてる感じですね。やっぱ全然ドライビングポジションっていうのは大切だとは思うんですけども。はい。全然やっぱ違いますね。で、ラフィックスで延長しちゃった分を、ウインカー、あ、そうですね。これですね。最近の人みんなつけてる。これはでも本当に便利です。全然もう届かないんで、一回手を外さないと。10年前はそんなのございませんでしたね。普通に手を伸ばしてやってたりしました。はい。はい。で、3連メーターがありますが。そうですね。お邪魔します。はい。じゃあちょっとエンジンかけちゃいますね。かっこいい。これは一応デフィの BF っていうやつで、はい、このフードがプローバさんのやつ、3連メーターのフードですね。これはやっぱりおしゃれ的な要素が大きいかなとは思うんですけど。そうですね。あとはサーキットも走るんで、やっぱ温度管理っていう面で必ず必要かなっていう。このところにニュール車があったりとかしてそれはちょっともらったんで。あれもしかしてスバル好きですか？スバル、そうですね。ありがとうございます。そう、勝手に面白いなと思ったのがこれですよね。見つけちゃいましたか？プロミューのティッシュカバーですか、これは。そうですね、プロミューの入ってないんですよ。後ろに STI の、それはよくわかんない。ちょっと某オークションで安くゲットしたんで。これもうおしゃれっちゃおしゃれな。そうですね。はい。はい、ということで、勝手に座っておりますけれども、ちょっとね、運転させてもらえることになったので、はい、軽く流しに行きたいと思います。はい、これは今SI ドライブは S ですね。 S ですか？通常 S になってます。なるほど。普通にスタートすると S になって、街乗りとかで燃費に気を使いたいときは、インテリジェントの I になって、走るときは S シャープでって感じですね。そうですね。はい、じゃあ行きますか。ステアリングの位置がすごいところにある。はい、じゃあちょっと、ワインディングをペロッと軽く流しに行きたいなと思いますと。で、これが今 S ですね。そうですね。街乗り仕様で。はい。やっぱトルクあるな。これでもちょっと薄くなった方なんですけどね。吸気変えてるんで。でもやっぱこのエンジンは GRB からね、デュアル AVCS がついて、トルクはやっぱモリモリなエンジンになってるから。GC の頃はスカスカでしたけどね。そう言われてますよね。だって今大人2人乗っててこのトルクはね、全然楽、街乗りが楽。それでもまだやっぱ今トルクないとか言われてんのかな。慣れちゃうと多分ないっていう風に感じちゃうかもしれないですね。
少なくとも86よりは全然トルク感はあるなっていうのを今感じてます。で足回りも、確かに硬さというかしなやかさありつつ硬さがあるって感じですかね。そうなんです。トゲがないっていうか。そうですよね、あんまりゴツゴツしてるわけではないんですよね。そうなんですよね。やっぱ車体がいいから箱の剛性があるからそういったところも受け止めきれてんのかなっていう感じです。欧州車のガチガチの感じ、ポルシェみたいな感じとまでは言わないんですけど、もう全然、十分なフィーリングではあるかなと感じています。やっぱその GRB が出た頃なんてね、その電スロがこうレスポンスが悪いなんていう風に言われてたんですけど、これスロットルは別に何も触ってないですか？触ってないですね。86より全然いいですね。本当ですか。86は全然もう無反応ですから。そうなんですね。前のそのスカイラインクーペの時から比べるとちょっとなんかラグがあるかなっていうのがあるんですけど、後ろのちょっとリアのクロスタワーバーがギシギシ言っちゃうんで、リアタワーバーついてるんだ。それでちょっとギシギシ言ってます。でもこの路面、今すごいこのデコボコ路面、いかにもスピード出さないでくださいっていう路面を走ってるわけですけれども、多分僕の方はレカロシートっていうのもあって全然乗り心地悪くないんですよ。こっちはちょっと跳ねるかもしれないですね。そうかもしれないですね。確かにこう多分車載カメラで分かると思うんですけど揺れ方が違うんですよね。やっぱレカラのクッション性のいいところかなって思います。やっぱこの吸気音はいいですよね。そうですね。ちょっとやる気にさせますね。昔のこうドッカンターボの感じっていうのは残ってるんですけど、すごいやっぱマイルドになってますよね。これブーストマックスどんくらいかかるんですか？多分 1.3 ぐらいだと思うんですけどね。オーバーシュートで 1.6 ぐらいはいくんですけど、 1.3 ぐらいで多分落ち着くんじゃないかなっていう感じだと思うんですけど、でもこの上にねS シャープがそうですね、まだあるんですよね。いやこれでも十分速いんだけどな。もう街乗りワインディングはこれで十分ですよね。そうですね。やっぱここがしっかりしてるから怖さっていうのがないですよね。そうですね。じゃあすいませんけども S シャープにしていただいてもいいですか？じゃあいっちゃいます。ピッと。もう全然アクセルのつきが違うんですね。もう低速から。そうです。レスポンスがいいですね。やっぱスポーツモードだわ。全然アクセルのつきが違うからもう下から速い。ブーストかかるとそんな変わんないかもしれないんですけど、そうですよね。やっぱりスロットルレスポンスは良くなってる感じしますね。吸気音もいいな。これがたまらないんですよね、やっぱり。やっぱ普段運転席乗ってるんで助手席に乗る機会あんまりないんですけど、車のこの動きの良さが助手席でも結構伝わってきますね。やっぱとにかく感じるのはパワーユニット自体はやっぱり昔から同じのものを使ってるじゃないですか。だからそこまでフィーリングの差ってのはないと思うんですよ。もう味付けは全然変わってるとは思うんですけど、やっぱこのボディがすごくいいですよね。そうですね。これタイヤがハンコックでしたっけ？そうですね。RS4 ですね。やっぱ硬いタイヤじゃないですか。だからある意味そういった意味だとこうスポーツ走行特化的なセッティングだと思うんですよ。っていうことはやっぱり乗り心地も悪いわけじゃないですか。そうですね。タイヤが硬いっていうことは。そうですね。だからそれを加味すると例えば、シャコタンでスポーティーな車でシャコタンで、レーシーなルックスだけど別に走らないっていう人はタイヤだけストリート系のタイヤに変えてあげれば乗り心地も全然良くなると思いますし、こういうロードノイズも一気に減るじゃないですか。そうですね。それがやっぱこの車の懐の良さですよね。コンディションいいからシフトがスコスコ入るんですよ。気になっちゃうのはこのパワーステがずっと軽いっていう、そこがちょっとやっぱ気になるところですよね。でも本当 EJ20 もこれで最後かもしれない説がささやかれてるって考えるとやっぱり、EJ エンジンの究極の形がこの VAB なのかもしれないなと僕は勝手に思っています。そうですね。その車に乗れてるちょっと幸せを感じますね。もちろん絶対的な速さとかって言っちゃうとやっぱり
旧モデルの方が車体が軽いじゃないですか。そうですね。だからそこでねタイム的な速さは、ちょっとなんだろう VAB で戦うっていうのはきついかもしんないですけど、そうまあサーキットのタイムだけでいっちゃうとガチンコ勝負っていうのはちょっと違うと思ってて、やっぱり汎用性の高さっていうところが、ね、今喋ってんのでサーキットも走れるし、かといってサーキットセッティングであっても街乗りも楽しく走れるし、ね、休みの日にワインディング流しに行くことだってできるし、そこら辺の懐の車遊びをより、なんだろうな、バランスよく楽しませてくれるっていうんですよね。そういうことをしてくれる車なんじゃないかなと。あとはあれですもんね、 DCCD でいろいろ遊んだりすることもそうですね。できますしね。気温はいいっすよね。リターンしてるとはいえね、エアクリーナーからの吹き返しでプシャーンと音は聞こえてくるし、排気開放にしちゃうとそもそも車検通らないし、そうなんですよね。まあ音はいいからサーキット走ってる時は排気開放でもいいかもしれないですけど、ただこの車でね排気開放しちゃうとエラー入っちゃう可能性があるんでね、おすすめはしておりません。一応ブローオフから戻ってくる空気の量もコンピューターが計算してるんで、ここのもう体の揺れ方がね全然、残念ですけどこれが純正シートですこれがレカロシートです別にこれハンドルでホールドしてるからとかじゃないですよボケーって体乗っけても全然やっぱりホールド感は違いますよね。やっぱレカロ疲れないですよね。そうですね。本当楽ですね。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。今後のカスタム予定だったりお付き合いの仕方を教えてください。普段から街乗りとしても乗ってるんですけど、やっぱサーキットでガンガン走るんで、タイムでちょっとこいつの速さを証明していきたいんで、サーキットと街乗りと両方やっていこうかなと。走り屋ですねカスタムの方は、マフラーは交換されるということなんですけども、そうですね、はい、マフラーも交換して、であとは一応フルバケもちょっと両脚今噂のやつをちょっと頼んでまして、カーボンチックのやつですか黒っぽいやつですね、両脚ちょっといっちゃってるんで、いいな秋頃に入荷予定なんで。ってことは今の運転席側のバケッはいトは手放しちゃうってことですよね。そうですね、欲しい方がいればちょっと売却を考えてるんで。というかあれなんですよね、動画やってるんですよね。そうですね、一応僕ちょっと YouTube チャンネル Y レーシングっていうのでやってまして、もしよかったら Twitter とかもやってるんで、欲しい方ご連絡いただければ。せっかくなんで概要にいろいろリンク貼っておきますのでね。はい、お願いします。バケット欲しい方とか皆さんのチャンネルを見てもらえればと思いますので、はい、じゃあ機会があったら一緒に走りましょう。そうですね、はい、ぜひサーキットでもお願いします。今回はありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、第1回目爆走石崎チャンネル WRX の紹介でした。オーナーさんがねもうゴリゴリの走り屋なんでね、もう話しててとても楽しかったですね。で実際乗ってみてやっぱり動画内では合成感がボディがすごくいいって言ってたんですけど、あれも結局アフターパーツで腹下ですね、ボディの見えないところをしっかり補強してあるからこそ乗り味だったんだなっていう風に後付けですけど、そんな感想を持ってます。こんな感じで、どんどん車をいろいろ紹介したりインプレッションしていきたいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。次回もね面白い車撮っていきたいなと思いますので、ぜひぜひ見てください。じゃあね。次回爆走石崎チャンネル。我々スバウタの憎きライバルである意外と知られてなかったデブでも座れる